皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回からホット石川ぶらり旅日記と題しまして、石川県内の観光名所をご紹介していこうと考えております。そしてその第1弾として今回金沢城、兼六園、そしてその周辺のお花見のスポットをご紹介したいと思います。はい、この映像はですね、兼六園側蓮池門口の付近からの映像でございます。こちらはですね、舗装されたアスファルトの道路になっておりまして、自動車、タクシーなどがここを往来します。またもちろん人も通るんですが、通常はですね、兼六園側の砂利道の方をね通っていくんですけども、この映像もその砂利道の方から撮っております。ジャリッジャリッジャリッという音を聞きながら歩いておりますと、左斜め前方に有名な石川門が見えてまいります。でね、僕はねこのアングルが大好きなんですよね。この石川門がありまして、そして左手にねこの松の木がある。これがね、僕の中ではお気に入りのショットなんですね。でそこから左の方にずっと目をやっていきますとね、白亜の城壁がずっと連なっておりまして、でそこには桜がですね植えられてるんですね。石垣の下の部分は広場になっていますので、ここで休憩することも可能になっています。金沢城と兼六園をつなぐ石川橋からの映像でございます。そしてその眼下にはかつて百間堀と呼ばれた水堀があったんですが、今はお堀通りというふうに名前を変えて金沢の主要な道路の一つとなっております。で、画面右側が金沢城、左側が兼六園になっております。それからこのお堀通りなんですが、毎年6月に行われる加賀百万石祭り、この大名行列のルートにもなっております。それでは金沢城石川門の側から兼六園の方へ向かって歩いていきたいと思います。先ほどの映像と逆バージョンですね。先ほどは石川門の方へ向かって歩いておりましたが、今度は石川門の方から蓮池門の方へ向かって歩いております。こちらの通路の方は先ほども言いましたけど砂利道なんで結構滑りやすい、そういう道になっております。ですから、この絶景をね楽しみながらそちらの方に意識が集中してしまって足元がおぼつかないっていうことがないように一つご注意くださいませ。ここからは兼六園内でございます。そしてこの砂利の緩い坂道を登っていきますと、今画面中央やや右手の方に見えてまいります白い柱、こちらが噴水ですね。この噴水なんですけども、これ自動とか電気の力を使って吹き上げてるわけじゃないんですよね。でこれはこの奥にあります霞ヶ池との高低差で吹き上がる、そういう天然の自然の噴水になっております。噴水の真正面にあたるところにはベンチが設けられておりまして、でそこの上にはね桜も咲いておりますし、そこから今これですね、そのベンチから座って撮った映像でございます。いいですね、最高ですね。そのベンチから水源である霞ヶ池へと向かっていきます。ベンチの方からですね向かって右の方へ目を向けますと道があります。そしてこちらが霞ヶ池でございます。霞ヶ池で絶対的に外してはいけないのはこちらでございます。兼六園の象徴であります琴路灯籠で
ございます。琴路灯籠の右側、今の画面右側隅の方から見えてきてるんですけどね、これが内橋邸というところなんですが、はい、こちらは画面左側ですね。左側から中央の方に寄っていますこちらの奥の建物、こちらもですね、今度はホット石川ぶらり味紀行でご紹介しますので、よろしくお願いいたします。こちらは兼六園側から見た卯辰山の風景です。桜の間から見えるビル群、こちらの方角に行きますと有名な東茶屋街、和江町などがございます。兼六園というのは桜のシーズンや紅葉シーズン、またイベントがある時などは無料開放されることが多くあります。で、この早朝もですね、朝6時頃から開園していますので、朝の散歩とかですね、ジョギングで利用されている県民の方も割といらっしゃいます。実は僕もそのうちの一人なんですけどね。はい、今画面に映りましたのが元光橋でございます。ちょっとですね、角度が良くないのでね、なぜこの元光と呼んでるのかっていうところがうまく映せなかったんですけども、文字通りね、この元光の形をした石橋ということで、残念ながらですね、この橋を渡るっていうことはできなかったです。満開の桜、まさに圧巻ですね。本当に綺麗です。通路中央にパイロンが置いてあるんですが、これは高久左側通行を呈するためのものでございます。通常ね、このパイロンを置かれるってことはないんですけども、今回は桜のイベントのために規制が設けられておりました。兼六園内を一通り散策した後は場所を変えようと思いまして、今度は兼六園の外側にある桜を取りに行きました。はい、こちらでございます。百万石通りと名を付けられたこの通り、清尊閣や石川護国神社などが隣接しております。ここから車で移動しまして、次の桜の撮影スポットをご紹介したいと思います。はい、こちらです。浅野川を挟んで手前側が東山、奥が和江町になります。で、このポイントというのは浅野川に架かる中の橋側からのスポットでございます。画面左奥に見えますのが、これが浅野川大橋になります。では次は場所を移動しまして、浅野川大橋側から和江町を歩いてみたいと思います。この和江町という町名なんですが、1999年10月1日に旧町名復活ということで、名前が変更になりました。漢字で出慶と書いて和江と読むんですね。これなかなか地元の人でもね、間違えて主慶町とかっていう方がいらっしゃるんですけども、正しくは和江町でございます。浅野川大橋から和江町のメイン浅野川沿いを映しております。こちらもね、この桜並木とっても綺麗ですよ。はい、今ゆっくりとね歩き始めました。どうですか、綺麗ですね。
川沿いのこちらの通りの方にもお店が並んでおりまして、でおしゃれなカフェだとか日本料理のお店、そしてお宿ですね、こういったところが軒を連ねております。また夏場になりますとね、仮設のステージが設けられまして、そちらで芸者さんたちのお披露目会、それから納涼会みたいなのがね開催されております。またこの時期になりましたらね、足を運んでみたいかなって考えております。はい、こうやってお話をしておりますと、先ほど冒頭に出てきました中野橋付近へやってまいりました。はい、この辺りまででですね、桜並木は終了となります。今度は向きを180度変えまして、また浅野川大橋側へと戻っていくんですが、はい、画面こちら側になりますね。こちらトイレのついた公園になっているんですが、ただの公園ではなくて、これは今から11年前なんですが、2010年こちらを発掘調査した後に金沢城総構を復元した公園になっています。でこの総構というのは金沢城の外の守り、いわゆる有事の際の最前線になる場所ですね。これはずっとその存在が疑われていたんですけども、決定的な文献が見つかりまして、そこで発掘調査をしたところ、さまざまな遺構や出土品が発見され、またその遺構から、軍事施設に利用される土塁というものであったのだということが証明されたわけでございます。公園内にはそれらを説明した案内看板が設置されていますので、歴史に興味のある方、お城に興味のある方はぜひそちらを参考になさってみてください。公園を後にして元来た道を戻っていくんですが、ただ単に戻るのではなくてですね、和江町のもう一つの顔とでも言いましょうか、この路地の側をね抜けて戻っていってみたいと思います。はい、ですよね、浅野川さんのところの角を曲がりまして、細い路地を歩いていくんですけどね、ここにもまた綺麗な桜がね咲き誇っておるんですよ。はい、角を左に曲がりまして、またまっすぐ行くとね、はい、もうちょっとしたら見えてまいります。右に曲がれる角がありますので、そちらに行きますと、通称暗がり坂と呼ばれる階段のところへ出てきます。そしてそちらの階段の近くにあるのがこの桜でございます。僕はねこの桜も好きですね。浅野川沿いに咲き誇る桜もいいんですけど、この暗がり坂にねポツンと一本立っているこの桜、いいですね。暗がり坂のこの桜は晴れた日でもカメラで撮影するとねしっかりと生えて見えますのでね、ここも撮影のおすすめでございます。またこちらをね、元に戻っていきます。ちなみにあのまままっすぐ進んでいきますと階段がありまして、階段を上りきると通りの方に出られます。はい、ということで今度はねまた元来た道を右に曲がってまいります。もう江戸時代の風情がねそのまんまって感じです。はい、そしてここが源法院という神社なんですけども、ここに、咲くこのしだれ桜もねいいですね。でこちらは札所にもなっておりまして、御朱印もいただけるようになっております。
さて車で次に向かいましたのは卯辰山でございます。この卯辰山、藩政時代、つまり江戸時代ですね。江戸時代はこれは前田藩が所有しているお山で、一般の人が立ち入ることはできませんでした。しかし明治維新を迎えてからは石川県民、金沢市民に広く開放される山というふうに変わりました。ということでね、この桜ロードとでも言いましょうか、卯辰山へね登るこの山道なんですが、右に左にくねくねと曲がっていくんですけども、ところどころ桜がね咲き乱れて非常に目を楽しませてくれます。こちらは卯辰山公園内にある花菖蒲園でございます。今はですね桜のシーズンですが、これが6月とかになりますと花菖蒲やそれから紫陽花が咲き乱れる綺麗な公園です。また駐車場やトイレも完備しておりますので、ちょっとした休憩スポットとしても利用することができるようになっています。桜の奥に鳥居が見えるんですが、こちらの階段を上っていきますと豊国神社がございます。かの豊臣秀吉を祀った神社でございますね。はい、そして公園内にはね、鯉も泳いでおりまして、ちょっと見えるでしょうかね、赤色の鯉がね奥の方に、そしてたまたま白鷺も飛来しておりました。そしてこの公園のですね、上の方に道がずっと続いていくんですが、ここからまた車に乗りまして、頂上付近を目指していこうと思っております。これですね、ずっと上の方、画面の方にね車がちょっと動いているのが見えると思うんですけどね、こちらの方上の方へずっと登ってまいります。桜のシーズンの卯辰山山頂にはこのように露店も数多く出店しております。この日はですねお花見団子とかですね、それからたこ焼きからポテトですね、あとベビーカステラとそれからりんご飴ですね、こちらのお店も出店されておりました。ではそこから車を止めて展望台へと向かってみたいと思います。駐車場から展望台まではそんなに遠くありません。そうですね、数十メートルといったところでしょうか。階段を数段上りまして、すぐに展望台へ到着することができます。雲一つない好天に恵まれたこの日、いい絶景が撮れるかなって期待してね、展望台の方へ足取りも軽やかに歩いていったんですが、残念です。この日ちょうど大陸から黄砂が飛来しておりまして、街全体が黄砂によって霞んでしまっていました。でもですね、今の時期以外ですとここからの眺めは本当に絶景でございます。桜ではなくてもまた夜景などでもね非常にいいスポットだと思います。はい、県庁舎が見えましてね、そして駅前のホテル日光金沢、地上130メーターのホテルですね。はい、こういった眺望が楽しめる場所でございます。卯辰山の山頂からまた山を下りまして、今度は浅野川に架かる天神橋側から梅の橋側までやってまいりました。画面右手側が犀川を挟んで東山茶屋街、このエリアはですね階段を降りていきますと犀川のほとりまで歩いていくことが可能になっておりますので、例えば、夏場とかですね、涼みに川岸まで行ってみるっていうのもねいいんじゃないでしょうか。画面は変わりまして夜の金沢城と
兼六園を撮ってまいりました。こちらは五十間長屋、そしてライトアップされた桜ですね。この桜の向こう側、お堀通りを挟んで兼六園となります。はい、こちらが石川橋から撮った石川門とその桜の風景でございます。ライトアップしてね、本当に綺麗でしたよ。この日は満開となった日でしたので、多くの花見客が訪れておりました。密にならないようにですね、皆さん気を使って、もちろん僕も撮影するのにも気を使いながら邪魔にならないように撮ってまいりました。やっぱりライトアップされるのはね、やっぱりまた一つ違った見え方がしますね。ライトアップというのは本当に綺麗です。夜桜見物には百万さんと一緒に来ていたので、百万さんも記念撮影を撮りました。金沢城石川門のライトアップを撮り終えた後、兼六園へと進んでまいりました。こちらはサザエ山、時計回りで階段を上っていきますと、この灯籠のもとへねたどり着きます。それからこちらは噴水ですね。霞ヶ池からの高低差によって吹き上がる自然の噴水です。で、僕はね、この噴水裏から見たこのアングルも結構好きなんですよね。夜になるとね、このライトアップされてまた違った趣を感じることができます。そしてこの日はさすがに夜ともなりますと風が吹いてきたんですけども、満開ということでまだ散るには早かったですね。はい、こちら琴路灯籠で、内橋邸ですね。キラキラとこう水面に照らされるね、この風景も最高でございます。そしてまた先ほど卯辰山方面から、金沢市内の方ですね、この夜景でございます。このライトアップしている期間にはですね、兼六園や金沢城周辺でさまざまなイベントが催されております。明日、明後日と土曜日、日曜日なんですが、椎の日迎賓館等でさまざまなイベントが催されておりますので、その期間に来られる方はぜひそちらも足を運んでみられてはいかがでしょうか。はい、ということで百万さんももう一枚。ちょっと百万さんがね薄くなっちゃいましたね。やっぱり桜には勝てないのかな。はい、こちらは琴路灯籠以外の灯籠でございます。とかくね、琴路灯籠っていうのがやっぱ象徴的な印象を受けるんですが、その他にもね、灯籠というのはたくさんありますので、それらも含めて意識して見られるとまた違った兼六園の楽しみ方が発見できるのではないでしょうか。はい、こちらは久子池でございます。かつては蓮池亭と呼ばれまして、兼六園の作庭はこの付近から始まったと伝えられています。そして画面左側奥に高々と光り輝いていますのが夕顔亭でございます。今度こちらでね、お食事もしてみたいものですね。金沢城兼六園付近にはいろいろなお花見のスポットがありますので、ここ以外でも探してみると面白いかもしれませんね。また石川へ来られた際にはこの動画を参考にしていただければ幸いです。
はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。